こにあるだけでその部屋の空気が変わるようなものが作れちゃって。形でお花が入ってなくてもインテリアとしてここに何か意味があるんじゃないか、物語性があるんじゃないかっていうふうにそういうふうに撮ってもらえたら嬉しいなっていうふうな感じも多少あります。同じような大きさのものが連なってリズム感が生まれたりして、少しだけ形変えてるんで、それを組み合わせることで形の面白さが置いた時にかなり変わるんで、それが見せ場かなと思いますね。この店ですけど置き方で全然違う。基本的には僕の形が同じような形を組み合わせてるんですけど、ランダムで、自分でも作りながらどういうふうな形になるかなっていうのを探りながらカチカチやりながら作ってますね。この辺もそうです。だからちょっとアンバランスな雰囲気も見えるけど、本当に角度によって全然違うっていうのはその時々で釉薬も若干変わるんですよ。やっぱ流し掛けするんで、違う色がこうダーッと下にその白い釉薬に混ざっちゃったりするんで、なんかその釉薬の色によって毎回微妙に色が変わってきたり、あと削り方、釉薬の濃さによってこういう黒いところが見える数というか量が変わってくるんで、それもかなり印象が変わる。焼き物ってほぼ素焼き本焼きなんですよ。でも素焼きっていうのは釉薬をかけるために素焼きをしないと生地が弱いんですね。土がかかったら乾いてるだけなんで、そこに釉薬入れたら結構ボロボロってなったりするのを防ぐために素焼きっていう工程があるんですけど、焼き物基本的に釉薬かかればもう焼き物なんで、穴窯とか備前とかも一発なんですよ。素焼きないんですよ。もう自然のその灰がかかって溶けて釉薬になるんで素焼きないんですけど、窯の中で釉薬がどんどんできていくっていう灰がついて釉薬になっていくっていうのが焼き物の一番最初のなんていう流れなんですけど、これはもう素焼きしなくて一回焼いちゃうんですよ。でも焼き物にしちゃって、その上にもう一回釉薬かけたら、ちょっと濃いめの釉薬かけたらほんまに卵みたいに吸わないんで乾かないんですよ。釉薬がトロトロの状態で、そこに砂をまぶすんですよ。ほんとは付着するんですよ。それを油揚げるんじゃなくて釜に入れて焼いて、その釉薬がテカる前にその砂が全部その染み込んだり、その釉薬の色は残ってるけど全部吸ってくれるんですよ。で削ったらこう砂の表情みたいな
残ってでも湯がかかってるっていう状態がこれです。だから器と一緒で結構手が込んでるっていうのはあんまり見せたくないんですよ。こういうふうに説明聞かれたり知りたい人には絶対言えますけど、それよりパッと見た時にいいね、なんかこういう表情面白いなっていうふうに初見で見れる方が僕はベストだと思うんで、そこはまあただの技術と工程なんで、そこにあるだけでその部屋の空気が変わるようなものが作れちゃって、まあその遺跡をね昔見た時に自然の中にポンって急に人工物があってめちゃめちゃ存在感があって、でもそのちょっとこうやっぱり歴史とか時間がその自然となんとなくマッチしてたり違和感なくそこに存在感があるっていうのがこういうのを作りたいなとは思いましたね。だから空間を変えるとかでもいいんですけど、空間とマッチしたりその空間を変えてそういう雰囲気をガラッと変えるのを含めて強さみたいなものを含めたものをどんどん出したり